この「長屋新四録」という映画の台本です。こちらをご紹介したいと思います。小津安二郎という有名な映画監督の作品で、戦後第一作なんですよね。でもうかなり見ての通り古いものなんですけれども、映画もこの通り古い映画なんですけれども、実はこちらの脚本は小津安二郎と池田忠夫という脚本家が共同で書いてます。その池田忠夫のという脚本家の方のご自宅にあったものを縁があって、そのご家族の方からいただいたものです。でずっと大事に額装して飾ってたんですけれども、せっかくだったらちょっと貴重なものだし紹介したいなと思いまして、久しぶりに額から出して今見ています。でお気づきの方いらっしゃると思うんですけど、これすごいなと思うのは見えますか？タイトル「課題東京物語」って書いてあるんです。それを鉛筆で消して、上から線で消して、横に「長屋新四録」っていうタイトルが振られてます。これだけでもねすごく映画史的に価値のあるものだと思うんですけれども、当然中にはこのタイトルも、池田忠夫の直筆だと思われますし、中にもいっぱい書き込みがあったりしてますのでご紹介したいと思います。とってもその古いこういう映画とか小津安二郎とかに興味のある方には、面白い内容になるんじゃないかと思いますので、最後までどうぞお付き合いください。はい、で長屋新四録のストーリーなんですけれども、今ちょうどこのシーンなんだけれども、長屋に住んでる田代っていう占いみたいな仕事をしてるおじさんが子供を拾ってきて、で自分のところで置けないんでっていうことで、この向かいに住んでるおばさんのところに押し付けに来てるんですよ。でこれ笠智衆さんで、おばさんはこの人は飯田長子さんで、おばさんも子供なんかいらない、嫌だよって言ってるんだけれども、無理やり押し付けられちゃうっていう。で映ってるこの男の子ですね、この男の子は青木宝妃っていう名前で、小津の初期の「突貫小僧」とか「生まれては見たけれど」とかね出た突貫小僧の、やってた子役の子の弟さんらしいです。なんか撮影所の近所に住んでた子らしいんですけどね。「晩春」という映画にも出てて、典子原節子さんにちょっとからかわれたりする男の子の役で出てきてますね。で結局こう押し付けられちゃうんだけれども、本当嫌がってるんだけど、まあだんだん情が芽生えてっていうような人情もののお話です。で、今ご紹介した役者さんのほかに坂本武さんっていう役者さんも出てくるんですけれども、浮草物語とか東京のコーラスとかそういった映画で主役が喜八さん、坂本武さん演じる喜八で、これは喜八物って呼ばれてたんですね。でこれにも同じように坂本武さんが喜八っていう名前で出てきますので、喜八物の系列系譜というか、喜八物のカテゴリーではないんですけど、そういう映画だと思います。さっき言ったようにこの後に「晩春」っていう映画が作られるんだけど、「晩春爆秋東京物語」なんていうのはもう小津調の小津映画の代表作ですけど、いわゆる小津調っていう撮り方がありまして、これがカメラをすごい低い位置に構えてローポジションで撮って、あと切り返しなんです。会話の切り返しはこうやってバストショットの真正面から捉えた切り返しで撮っていくとか、あとカメラのこう移動とかね、カメラを首を振って切り返すようなパンとかパンニングとか、そういうのはほぼやらないで、ひたすらこういうカッティングでつないでいって、独特の絵面、もう
かっちり固まったような絵面でずっとつながっていくっていうのがもう小津調の、特徴なんですけど、そういうところももうこの映画ではほとんど確立してる感じです。こちらの台本の方の外観というかご説明ですけど、見ての通りわら半紙で、ペラペラのわら半紙にガリ版刷りみたいです。ガリ刷りで細かい字でずらっと手書きの文字で書かれてて、紐、閉じてます。で開くとですね、ここに読めるかな、脚本小津安二郎、池田忠夫で監督小津安二郎ってまずあります。でその後ここのとこにですね、そのお種公平とか父親とか配役の、登場人物が書いてあるんだけど、俳優さんの名前は入ってないんですね。しかもこれちょっと分かりづらいと思うんですけど、この中の文字と比べるとちょっと質感が違ってて、鉛筆で書いてるっぽいです。だからガリ刷りの後に鉛筆で入れたのかなっていう感じですけど、はい、それにしてもこの紐閉じもですね、非常にしっかりしてて、80年ぐらい前の台本なんだけど、紐も全然緩んでなくて、で何より字がすごく綺麗ですね。字がすごい綺麗な、こじんまりした字ですけど、活字のように非常にバランスの取れた綺麗な字で、おそらくその池田忠夫さんの字だと思うんですけど、非常にそういったきちっとした性格というか、そういう方だったのかなというのが、これだけのね手書きの台本で行ももう定規当てたみたいに綺麗にまっすぐになって、これはガリ版のガリ刷りの版の方にフレームがあったのかもしれないですけど、とにかく綺麗に書いてます。あとはね、やっぱ手書きで書いてるんで、このお種さんのお種がなんかお金っていうふうに表記されてたり、たまにそういう感じがあって、すごい本当手書きっぽいというか人間臭い感じが見えて、すごくね愛着の湧く台本なんですけれども、これ男はつらいよの、台本です。ここにね第一項って入ってるんですね。であと例えばこっちはこれ釣りバカ日誌、これは第2項になってて、映画の台本っていうのは途中でどんどん変わってったりするんで、セリフがなくなって変わったり、シーンが追加されたりなくなったり、そのたんびに更新していくんで、第1項第2項第3項っていろいろあって、最終的に決定項っていうのが出来上がってみたいな話なんですけど、これはそういうのが何も記載されてないので、映画制作のどの段階のものかはよくわからないです。で書き方もですね、すごいさっきから見てるように結構詰まってて、いわゆると書きとセリフの間もよく分かんなくて、例えばこれ寅さんのですけど、例えばここを見ると2っていうのはシーンナンバー2ですよね。窪場のある村ってなって、シーンがあって、一軒の家の庭先に出された、縁台に寝転がって眠っていた寅なんつって、これがと書きと言われるやつで、寅なんだ夢かってセリフですね。分かりやすく分かれてるんですけど、これは本当その辺がすごいちょっと分かりづらい。同じように書いてあるんですけど、お種の家の横、のところへ寝小便の布団と寝巻きが干してあるなんて書いてありますけど、新ナンバーとかは振ってません。面白いのがね、このノンブルページ番号なんですね。で普通は投資番号で書いていくじゃないですか、ページ番号だから。だけどこれもね1の1から始まってるんです。ここのところにちっちゃく書いてある。これもねなんか後から鉛筆で書いてるみたいなんですけど、ここですね。ここが
1の16ってあって、次が2の1になってます。2の1で見るとね、右のページと左のページで書き出しの段が違いますよね。段が違うんだけど、でもこれ同じシーンなんです。2の1から始まって2の17っていうページがあって、その後なぜか白紙になって、ここから3の1です。でもここもシーンが変わってるわけでも何でもなくて、つながりです。飾りや為吉の家の前っていうシーンなんですけど、そこのセリフがあってそのままつながってます。だからどういう分け方で123って分けてんのかは全然わかんない。はい。だからガリ釣りの時の原稿のなんかこうそういうふうにね分けて、最初の書いた原稿を分けててすり出したのかなとも思ったんだけど、これ鉛筆で書いてるみたいなんで、おそらく消しゴムで消せばすぐ分かるんだけど、そんなバカなことはしませんけど、多分ここね手書きの鉛筆で書いてるんですよ。だからなんでそういう論文になってるのかもちょっと不思議で、そこも面白いとこだなと思います。あとですね、ずっとマニアックな話してると思うんですけど、マニアックな人しか見てないと思って話をしてます。しかもマニアックなオズファンならわかるけどっていうような話をしてますけど、これ見てください。ここですね。シーンの頭のとこ分かりますかね。 F インって書いてあるんですよ、カッコで F インで、その手前 F アウトってあるじゃないですか。これフェードアウトですね。フェードアウトって画面がだんだん暗くなって、で次だんだん画面が明るくなって別のシーンに変わるみたいな、フェードアウトフェードインの指示が入ってる。でこれがですね、僕も物好きなんで全部読み直して数えたら67箇所入ってたかな。でも分かる人分かると思うんですけど、オズはねカットのつなぎでフェードなんか使わないんですよ、このオズ調っていうのは。この映画も始まりがフェードインで最後フェードアウトですけど、それ以外はほとんど一箇所ね、ちょっと後でまた説明するところであるんですけど、ほとんどフェードインフェードアウトもないのに、これもね鉛筆っぽいんですよね。鉛筆で後から書き足してるっぽい。この人は戦前からオズと組んでやってて、で戦後第一作のこの作品までずっとやって、その前期のオズのパートナーだった人なんで、池田忠夫で、最初に言ったようにこの映画でもすでにもうオズ調はだいぶ出来上がってるんで、オズがそういうエフェクトを使わないのは重々承知のはずなんですよね。なのにこういうのが書き込みがあるっていうのもすごく不思議で、ちょっと読めば読むほどどんどん面白くなっていくんですね。で今回ですね、こう YouTube でこれ紹介しようと思って紹介するにあたってこんな感じで本編と照らし合わせながら読み直してみました。この後はねちょっとそういった内容についてご紹介していこうかなと思います。この台本セリフと言い回しが少し変わってくるところはいくつかあるんだけれども、案外本編もね割とそのまんまなんです。とはいえそのセリフや本編で使われてないシーンとかもあるんで、そういうのをご紹介したいと思うんですけど、例えば今これ茅ヶ崎の海岸のシーンで、これもう持て余しちゃってるんですね。飯田町、ここのおばさん、お種おばさんが押し付けられた子供持て余しちゃって、子供の実家があるって言ってた茅ヶ崎に行ってみるんだけど、そこにももう引っ越した後でいなくて、誰ももうしょうがないからこういうのを捨ててっちゃおうとするんですよ、このおばさん。結局子供にお土産にするから貝殻拾っておいでなんて言って行かせてる間に逃げちゃうんですけど、そこのシーンがこれ、台本ではお種はこそこそ張って逃げ出すって書いてあります。
砂浜のシーンだし、着物だし、ちょっと這うのも無理があったかもしれないんですけど、実際は走って逃げます。もうね、走るどころかね、大脱走のマックイーンばりに、猛ダッシュで逃げまくってます。この後なんだけど、なんだかんだで2人で長屋に帰っていくんだけれども、そこで男の子があくびするってあるんだけれども、本編ではサンマの味のラストシーンみたいな感じで子供がこううとうとこっくりこっくりする演出があって、その辺がなんかサンマっぽいなっていう。セリフが変わってるシーンでちょっと面白いのがありました。子供がまたお漏らしちゃうのを怖がって寝つけないっていうシーンなんだけど、ここで「おばあちゃんおやすみ」と言って布団に潜るって書いてあるんだけれども、そこが「おばあちゃん」ってなってるおばあちゃんの輪を消してあるんですね。実際のシーンではこういう感じになってます。おばあちゃんおやすみ。おばちゃんだよ。おばあちゃんおやすみ。という感じのコミカルなシーンになってて、その後にこの種さんが向かいの為吉さんの家でお話ししてるところに為吉さんの娘さんが帰ってくるっていうシーンがあるんですね。で、ゆきちゃんっていう娘が帰ってきて「ゆきまあそうですか、お父っつぁんもうお昼済んで」みたいなセリフがあるんだけど、そこにこれもね鉛筆書きで書き足してあります。ちょっと読みづらいんですけどね「大したもんだよ今時太るんだからね」っていうセリフ後から付け加えられて、ゆきちゃん、ここんとこ見えなかったけど太ったね、あんた。そうですか。大したもんだよ今時太るんだからね。次に紹介するのが一番謎というか違和感を感じたシーンなんですけど、